はいどうも B 賞です、今日はスパイダーマンノーウェイホームシリーズから発表された新作ホットトイズスパイダーマンニューレッド&ブルースーツについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介します。普段このチャンネルではホットトイズのレビューだったりカスタム動画を投稿しているので、ホットトイズや6分の1スケールフィギュアに興味のある方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ホットトイズのカスタム依頼も受け付けているので、気になる方はね概要欄に貼ってある僕の Twitter だったり Instagram の DM からメッセージをお願いします。はい、ということでね、今回ノーウェイホームシリーズとしては9体目ですかね。ここまで大量にフィギュア化されたのはエンドゲームシリーズ以来かなと思うんですけど、ノーウェイホームのラストでクリスマスのニューヨークをスイングしていた時に着用していた、お手製の新しいスーツがホットトイズから登場するというね、待ちに待ったフィギュアの発売がアナウンスされました。はい、でこのフィギュアに関しては僕はもちろんね、皆さんもかなり期待していたと思いますし、発表があった直後のツイッターのタイムラインとかね、すごい賑やかになってて、皆さんテンション高くなってたなというような感じもしましたね。で僕自身いつも新作情報が出るとツイッターで騒いでたりするんですけど、ここまでテンション上がったのはねちょっと久しぶりでした。もっとツイッターでいろいろ書きたいこととかもあったんですけど、ちょっとうるさくなりすぎるの迷惑かなと思ってね、今回ちょっと自重したので、その代わりねこの動画では思ったこと感じたこと、このフィギュアのいいところ悪いところというのをねたくさん話していこうと思うので、皆さんの意見もねぜひコメントなどで共有してくれると嬉しいです。はい、ということでまずはフィギュアの概要ラインナップから紹介していきます。で今回は通常版とデラックス版2種類での発売となります。2つの違いとしては、デラックス版には雪が積もった屋上を再現しているようなジオラマ台座が付属しています。ノーウェイホーム版の他のスパイダーマンに関しては基本的にヴィランがジオラマ台座に組み込まれているというような感じだったと思うんですけど、このフィギュアはね一味違うジオラマ台座というのを映画のラストで感じた哀愁というか、虚しい気持ちを思い出させるような台座だなと感じました。ジオラマ台座についてはまた後で詳しく話そうと思うので、まずはねフィギュア本体について詳しく見ていきましょう。今回まずね真っ先に感じたのは素顔ヘッドが素晴らしいですね。中には前のヘッドの方が好きだったというね意見も見たんですけど、個人的には過去のトム・ホスパイディの中では一番好きな造形ですし、すごい似てるなという風に思いましたね。トム・ホランドがスパイダーマンを演じるようになってからいろいろなバージョンのフィギュアがね発売されてきたと思うんですけど、顔や髪型の造形が変わってもそこまでどのフィギュアもね違いはなかったかなという風に思っていました。ただしかし今回のフィギュアに関してはこれまでとは全く別物に感じるような表情造形に進化していて、本当に素晴らしいなと思いますね。ただ単に造形が変わった新規ヘッドというだけではなくて、これまでよりもかなりトム・ホランドに近いと思いますし、眉間のシワだったり口元、左眉の形なんかを見ても細かいところまでね再現されていて、本当に本人と言っても過言ではないくらいのクオリティだなという風に感じました。さらに標準装備となりつつある眼球可動のギミックも今回ね搭載されているということで、目線を変えることもできる点も素晴らしいポイントですし、瞳の色だったり輝きを見てもとてもリアルで、肌の質感とかもホットトイズの本気を感じるようなクオリティだと思いました。ただプロトタイプの時点でここまで素晴らしいとかなりハードルが上がると思うので、これからね量産化されていった時に、どこまでこの状態を保てるかという点はね少し心配に思います。近いところだとマーク85の一件ほどにはならずとも、これまでヘッドについてはいろいろな事件があったと思うので、期待はしつつも期待しすぎないように、気持ちを保とうかなというふうに思います。さらにね首を見ると露出した様子が再現されています。インテグレーテッドスーツに関しては露出しないまま発売までいきそうな気はするんですけど、アンドリュー・スパイディ、トビー・スパイディに続いてこのフィギュアも首が露出する仕様になっています。さすがにこのヘッドなら素顔で飾りたいなと思うので、この仕様になっているのはねとても嬉しかったですね。ただ一点気にするとすれば、この間トイサピエンスでプロトタイプのスパイダーマンを見た時に首の根元で付け替える2体に関しては首と体の切れ目がね少し目立っていたんですよね。今回プロトタイプを見る限りは綺麗にも見えるんですけど、個体差でウェブがずれていたりとか隙間ができやすかったりといった不具合はねある程度想定しておかないと、もしイメージと違った時はがっかりしてしまうかなというふうにも思います。かといってそれを許すつもりはないので、ホットトイズにはねしっかりと時間をかけてフィギュアの制作に打ち込んでほしいなというふうに思います。そしてマスクヘッドはこれまでと同じようなものになっているんですけど、公式アナウンスは確認できなかったものの素体についてもね少し変わったのかなというふうに思いましたね。というのもこの写真を見ると肋骨がくっきりと出ているように見えます。これまではここまでリアルに肋骨が浮き出ていたことはなかったと思いますし、僕が持っているスパイダーマンで確認した限りはこんな浮き出方はしなかったので、もしかするとね素体に関してもアップデートされているのかもしれないなというふうに思いました。はい、そしてスーツについてもかなりよく再現されているんじゃないかなというふうに思いますね。映画では一瞬しか映らなかったので完全な比較はちょっと難しいんですけど、青い部分は光沢があって赤い部分も滑らかそうな素材が使われているように見えるので、結構よくね再現されているのかなと思いますね。赤の色合いとかウェブパターンも若干変わったかなというような感じなんですけど、シンプルながらも存在感があって映えるようなスーツでねとてもかっこいいなと思います。ここの胸と背中にある雲のシンボルマークもね、これまでのデザイン変わってちょっとかっこよくなったなと思いますね。映画ではミシン1台でこのシーンを作ったような感じだったんですけど、いつも思うのがね、これを自作できるピーター・パーカーの裁縫技術がね本当にすごいですし、毎度感心しちゃいますね。今回特にね付属品でそのミシンとか段ボール1箱がついているというようなことはないんですけれども、
も、そういったものがあってもねちょっと面白かったかなとは思いました。そしてこのスーツの出来栄えを見ちゃうと、やっぱりアンドリュー・スパイディ、トビー・スパイディのスーツをねもっとこだわってほしかったかなとも思いますね。今のところその2体に関してはかなり布感が強いスーツなんですけど、もっと光沢感のある素材を使ってリアルにしてほしいなというふうに思います。そして通常版デラックス版共通の付属品はこれまでと同じようなハンドパーツだったりウェブ、脱いだマスクが付属しています。そして冒頭でも少し話した屋上のジオラマ題材についてなんですけど、ニューヨークのアパート屋上を再現しているような雰囲気を感じますね。煙突やはしご、レンガが再現されているジオラマ題材になっていて、クリスマスのシーンのようにね雪が降り積もった様子をしっかりと再現しています。幅があまりないので映画のような雪の上を滑るようなシーンっていうのはね再現することは難しそうなんですけど、哀愁漂う雰囲気をね再現するにはもってこいの大豆かなというふうに思いました。はい、それでは続いて発売時期と価格について紹介していきます。国内ではまだ予約開始されていないので、今回はね海外サイトのトイズワンダーランドとコミックサンクトラムの情報をもとに紹介していって、国内ではこのくらいになるかなというような予想をね話していこうと思います。国内の情報が正式に発表されたら、次回以降の動画で少し触れるというような感じにしようと思うのでよろしくお願いします。ということで、まず海外サイトトイズワンダーランドでは通常版がフィギュアのファーストバッチだと約4万3000円、セカンドバッチでは約3万円となっていて、発売時期は2024年の第1クォーターから第2クォーターとなっています。そしてデラックス版ではファーストバッチだと約5万円、セカンドバッチでは約3万7000円という風になっていて、発売時期はね通常版と同じ2024年の第1クォーターから第2クォーターとなっています。一方コミックサンクトラムでは結構安くて、通常版が約3万円、デラックス版では約3万7000円となっています。発売時期はこちらに関してはどちらも2024年の第1クォーターから第2クォーターとなっています。以前僕がコミックサンクトラム利用するときにちょっとね海外の方にいろいろ質問していたときに聞いたことなんですけど、この2つのサイトは海外ではね姉妹サイトということもあって、どちらも発送時に送料はかかるんですけど、今回ねコミックサンクトラムかなり安い気がしますね。一応先日レビュー動画を出したプレミアトイズのザ・レプテリアン・リザードはねこのコミックサンクトラムで購入したものなんですけど、ああいう風にねしっかり届きましたし、問い合わせてもちゃんと返事をくれるので、特にね詐欺サイトとかそういう風な心配はしなくていいかなと思います。一応過去に利用方法をまとめた動画を出しているので、そちらもぜひね参考にしてもらえればと思います。トイズワンダーランドの値段は妥当というか、最近の他のフィギュアの値段を見ていてもこのくらいはするよなというような値段になっているかと思いますね。なので国内で発売されるとすれば、あくまでも予想なんですけど、トイサピエンスでは通常版で4万6000円、デラックス版では5万5000円くらいになる気がします。そしてすだちトイズでは通常版で3万7000円、デラックス版では4万5000円くらいかなというふうに思いますね。またね国内で公式発表あれば未来の動画で紹介するんですけど、あくまで予想だと今言ったくらいの値段になるかなと思います。海外サイトだとそれぞれ別途で送料が数千円程度発生すると思うんですけど、それを踏まえてもねファーストバッチの場合だったりするとかなり早く届きますし、値段が安いという点はねとても魅力的かなと思うので、ぜひ利用を検討してみてください。それぞれのサイトのリンクについては概要欄に貼ってあるので、もう少しね詳しく見たいというような方はそちらからぜひご覧ください。ということで今日はスパイダーマンノーウェイホームシリーズから発表された新作ホットトイズスパイダーマンニューレッド&ブルースーツについてフィギュアのプレビューと予約情報を紹介しました。インテグレーテッドスーツのバトルダメージ版が出ない限りはおそらくねノーウェイホームシリーズのラストを飾るフィギュアになると思うんですけど、クオリティを見てもねそれに相応しいフィギュアになってると思います。不安な点は動画の中でも言ったんですけど、製品化された時のヘッドのクオリティ、そして首が露出する代わりに首の根元にできる隙間だったりとか、スーツの模様がずれてしまうというような点はねちょっと心配な点かなと思います。あとはツイッターではつぶやいてたので見た方もねもしかしたらいるかもしれないんですけど、最初にプレリリースがあった時に待ちに待ったスパイダーマンとピーター・パーカーの2体のフィギュアを紹介しますというね一文が公式から出ていたんですよね。これ見た時に2体セット来るのかなというふうにもちょっと思ったんですけど、翻訳ツールの意地悪だったのか、スパイダーマンとしては今のところこの1体だけなので、もしかすると通常版とデラックス版のことを指していたのかなというような感じもしますね。今後私服姿のピーター・パーカーが別のフィギュアとして登場する可能性はなきにしもあらずなんですけど、2体セットではないのであればそちらのフィギュアに関してはスルーが濃厚かなとも思っています。ちょっとツイートで期待してしまった方にはね本当に申し訳ないなと思いますね。でこのフィギュアの予約については各種サイトの情報が出揃ってからにはなるんですけど、このフィギュアに関してはね僕もしっかり予約して買おうと思いますし、本当に2024年の発売が楽しみで仕方ないです。最近ねノーウェイホームシリーズかなり前倒しされているものもあるので、実際には2023年中に発売という可能性もあるんですけど、前倒しされてクオリティが微妙になるというよりはしっかりと仕上げてほしいと思うので、気長に待ちたいと思います。概要欄に各サイトの予約リンクを貼っているので、この動画見てね参考になった方はぜひそちらから予約していただければと思います。ということでこの動画参考になったらいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。また概要欄の下の方に僕の Twitter だったり Instagram のリンクもあるので、そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。